動画のスライドはウェブサイトからダウンロードできます。動画の後半、おまけではもっと速いスピードで少しだけおしゃべりしています。ぜひおまけのヒアリングに挑戦してみてください。それでは本編スタート。日本語に浸ろう。日本のいろいろな場所7、愛知県。日本には47の都道府県があります。北から順番に一つずつそれぞれの特徴や名物をご紹介してきました。今回は愛知県をご紹介します。愛知県は日本列島のここ、東京と大阪のちょうど真ん中ぐらいです。愛知県の中心は名古屋市です。名古屋市は東京と大阪に並んで日本の三大都市とされるほど栄えている町です。そして愛知県にはトヨタの本社があり、自動車産業を中心とした製造業が盛んです。愛知県の魅力や特徴を一緒に見ていきましょう。1、名古屋城。名古屋城のシンボルといえば金のシャチホコ、城の天守閣の飾りです。この金のシャチホコはこの城を建てた徳川家の強さを示すために載せられました。1672年に城が完成してから長い間市民に愛され続けています。400年の間戦争で焼けてしまったこともありますが、愛知県の人の強い熱意によって作り直され、今もなお名古屋城の天守閣に光り輝いています。名古屋城は二の丸庭園や展示館などすべて回るのに数時間かかるほどたくさんの見どころがあります。2、ジブリパーク。ジブリ作品が好きな人におすすめしたいのがここジブリパーク。ジブリパークは愛・地球博記念公園の中のジブリ作品の世界を実際に体験できる場所です。隣のトトロに登場するさつきとメイの家やもののけ姫の舞台里山の風景が広がっています。天空の城ラピュタや千と千尋の神隠しの印象的なシーンを体験することもできます。3、熱田神宮。熱田神宮は名古屋市にある有名な神社です。この神社はなぜ有名なのか。それは三種の神器の一つである
草薙の御剣が祀られているからです。三種の神器とは、はるか昔日本の神話の中に登場する神様から授かった3つの宝物のことです。この3つの宝物は、日本の皇室が代々皇位とともに受け継いでいる国宝です。御剣はご神体のため、熱田神宮に行っても実際に見ることはできませんが、日本古来の歴史を感じ、価値のある他の宝物を見ることができます。4. トヨタ産業技術記念館。日本初の世界企業トヨタの歴史と未来がここにあります。この博物館では、日本の製造業の歴史を学び、体験することができます。そして新しい可能性を発見できるでしょう。実際に行くことが難しくても、ウェブ上で博物館のコンテンツや動画やペーパークラフトなどの素材を楽しむことができます。5. 名古屋刀剣博物館。あなたは日本の戦国時代や鎧兜、日本刀に興味はありますか？ぜひおすすめしたいのが名古屋刀剣博物館です。日本刀や鎧兜、そして浮世絵などを実際に見ることができます。2024年にオープンしたこの博物館では、最先端の技術を使ったデジタル展示があります。博物館の建物は日本刀をイメージして建てられました。天井や壁にも日本の伝統技術が使われている美しい建物です。6. 愛知県のグルメ。愛知県のグルメで紹介するのは、ひつまぶしと味噌カツ、天むすです。ひつまぶしはうなぎのかば焼きを細かく刻んでご飯に混ぜた愛知県の郷土料理です。そのまま食べても美味しいですが、お茶やだし汁をかけてお茶漬けのようにして食べるのが特徴です。味噌カツは日本人の国民食、とんかつに甘辛い味噌だれをかけた料理です。揚げたてのサクサクのとんかつに濃厚な赤味噌がベースの甘辛い味噌だれがとっても合います。子供から大人まで夢中になる味です。そして最後に紹介するのが
天むす、エビの天ぷらを具にしたおにぎりのことです。お米にいろいろな具材を入れて握ったものをおにぎりと言いますが、おむすびという地域もあります。天ぷらが具材のおむすび、略して天むすです。天むすは普通のおにぎりよりも小さめに作るのが特徴です。このサイズ感と食べやすさも人気の理由です。7、愛知県の県民性。県民性とは、その県に暮らしている人が共通して持っている性質の傾向という意味です。もちろんそれぞれの県にはいろいろな人がたくさん住んでいますから、全員が共通の性質の傾向を持っているわけではありません。その地域の歴史や風土から同じ傾向を持っている人が多いらしいくらいに思ってくださいね。娘を3人持つと家が潰れる。愛知県にはこんな言葉があります。これは愛知県の結婚式が他の県に比べて派手で、花嫁側が婚礼家具を盛大に準備する風習があったことから来ています。そのためか、愛知県の人は派手好きで見えっ張りな人が多いと言われています。そしてお祝いごとにたくさんお金を使う必要があるため、普段は倹約家で計画的にお金を使う人が多いそうです。また製造業や商業が盛んな地域のため、仕事に対して真面目な人が多いと言われています。地元に対する愛情が深く、地域の食文化や歴史に誇りを持ち、住民同士の絆が深い特徴があるとも言われています。おまけ。ここからは普段のスピード、話し言葉で少しだけおしゃべりしていきます。本編とどれくらいスピードが違うかな、聞き比べてみてくださいね。今回は愛知県について紹介してきました。その中でジブリパークを紹介しましたね。皆さんはどんな映画が好きですか？私はディズニー映画が好きです。そしてジブリ映画の中にも好きなものがたくさんあります。特に天空の城ラピュタの映画の世界観が好きです。広い空のどこかに大きな町や庭園があるお城が浮かんでいるなんてワクワクしませんか？そして最初は悪役で登場する女海賊ドーラがとても魅力的なんです。海賊だからかなりワイルドで野蛮な一面があります。決して善人とは言えません。でもとても愛情深い。ピンチの時でも落ち着いて冷静に判断できる。自分の信念と人生にとって何が必要なのかしっかりと選び取る
判断力と決断力を持っています。ドーラのような精神力、人に向き合う愛情深さ、心の広さ、かっこいいなと思います。それでは今回はこの辺で、最後に皆さんに報告です。なんとこのチャンネルの登録者数がもうすぐ1000人を超えそうです。こんなにたくさんの人が私のチャンネルを見てくれているなんて、とっても不思議でとっても嬉しいです。この喜びは次の動画作りの強力なエネルギーになります。視聴者の皆さんが自然に楽しく日本語に親しむ時間になるように、いろいろな企画を考えていきます。ありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またね。バイバーイ。